日本語ですでに知っていることを学ぶシリーズにようこそ。前回の数学のエピソードでは小数について学習しました。今日のエピソードでは分数について説明します。まずは分数の各部位の名前を紹介します。真ん中にある線より下にある数字は分母と呼ばれ、反対に線の上にある数字は分子と呼ばれます。母が下からこう支えているのを想像すると覚えやすいかもしれません。ちなみに分数の真ん中にある線は合線と言いますが、大抵の日本人がその名称を知らないようです。続いては分数を使った表現の読み方を紹介します。この分数は2分の1、2分の1と読みます。日本語では必ず分母を先に読みます。たとえ分子が分母より大きくても読み方のルールは同じです。よってこの分数は3分の4、3分の4と読みます。分母と分子が同じ数でも読み方は変わりません。したがってこれは5分の5、5分の5と読みます。このように数字が整数と分数に分かれている場合は整数部分を先に読んで、その後にと言ってから分数部分をこれまでと同様に読みます。つまりこの数字は1と2分の1、1と2分の1と読みます。このように文字を含む数式も分母から先に読みます。なのでこれは 3x たす 9y 分の 2x たす 5y、3x たす 9y 分の 2x たす 5y と読みます。次に分数の種類について学びましょう。分数は形によって主に3種類に分類されます。一つ目は真分数と呼ばれ、分母が分子より大きい分数を指します。2分の1が一例です。2つ目は可分数と呼ばれ、分母が分子より小さい分数を指します。2分の3が例の一つです。3つ目は対分数と呼ばれ、整数と分数が組み合わさった数を指します。1と2分の1が例として挙げられます。対分数は主に小学校のみで使われます。では単純な分数の計算の方法を学びましょう。まずは分数の足し算と引き算を学びます。分数の足し算と引き算では同じ分母を持った分数同士のみが計算することができます。例えば2分の1たす2分の3は分母が2で揃っているので、このまま分子を足し合わせて2分の4になります。しかしまだ終わりではありません。なぜなら分数はなるべく簡単な形で表すことが求められるからです。そのため約分という処理を行う必要があります。約分では分母と分子を同じ数で割り切れなくなるまで割り続けます。4と2は両方2で1回割ることができるので、それぞれを2で割ると1分の2になります。これ以上割ることはできないので、約分はここで終了します。ただし、分母が1の場合は分数として表さず、整数として2と表現するのが普通です。では、分母が揃っていない場合はどうでしょうか。この場合、通分と呼ばれる下準備が必要になります。通分では分母の数が同じになるように適当な数を各項の分母と分子にかけて調整します。例えば3分の2たす4分の3という数式では分母が3と4とバラバラになっているため、このままでは足し算をすることができません。3と4の最小公倍数は12なので、分母を12で揃えるのが最も手っ取り早い方法だと言えます。最小公倍数についてはまた別の動画で解説する予定です。では早速通分してみましょう。まず3分の2の分母を12に変えるためには3に4をかけなければなりません。ただし分母だけに4をかけると数値が変わってしまうので、分母と分子の両方に4をかけます。こうすることで4分の4、つまり約分すると1をかけていることになるので、元々の値を変化させることなく分母を調整することができます。同様に4分の3の分母を12にするために3を分母と分子にかけます。すると式は12分の8たす12分の9になり、分母が揃ったためあとは分子を足し合わせて12分の17が答えになります。17は素数であるため今回は約分はできません。素数についてもまた別の動画で紹介します。次は分数の掛け算と割り算を学びましょう。分数の掛け算は至って単純で、ただ分子同士の掛け算と分母同士の掛け算をするだけです。つまり足し算と引き算とは対照的に通分を行う必要がないのです。そのため詳しい計算の手順はこの動画では省きます。
分数の割り算は掛け算に変換することができます。例えば4分の3割る9分の4の場合を考えてみましょう。分数の前に割り算の記号がある場合には記号をかけるに変えて分数の分母と分子を逆にすることができます。このように分数の上下を逆にした数は逆数と呼ばれます。9分の4の逆数は4分の9なので4分の3割る9分の4は4分の3かける4分の9に変換できます。ここからは分数の掛け算と同じ方法で進められるため残りは省略します。さて、小数と分数は密接な関係にあり、分数は小数として書き表すことができます。また、一部の例外を除き、小数は分数の形に書き換えることができます。まずは分数を小数に変えてみましょう。この処理はとても簡単です。分子を分母で割ればいいのです。例えば、2分の1は1割る2をして 0.5 と表せます。もちろん、3分の1のように割り切れない場合もありますが、前回のエピソードで習った循環小数を使えばいいだけです。つまり、1割る3は 0.333 と3が無限に続くので、小数第1位の3の上に点を置いて3が繰り返すことを示します。では、その反対に小数を分数に変換してみましょう。例えば、0.2 のような有限小数は整数の2を基準に考えます。2を 0.2 に変えるためには2を10で割ります。つまり 0.2 は10分の2と等しいはずであると言えます。10分の2は約分すると5分の1なので 0.2 を最も簡単な分数にすると5分の1と表せます。では無限小数はどうでしょうか。まず無限小数のうち循環小数を見てみましょう。循環小数を分数に変換するためにはちょっとしたコツが必要になります。では、まず例題として 0.222 という循環小数について考えてみましょう。まず 0.222 を x と置きます。すると x の10倍である 10x の値は x の値の小数点を一つ右に動かすことで求められるので 10x イコール 2.222 と言えます。ここで 10x から x を引きます。この計算の左辺だけを見てみると 10x-x は9x という単純な文字を含んだ計算ですね。続いてこの計算の右辺に注目します。2.222-0.222 を計算すると小数点以下の2が繰り返す部分がすべて消えます。すると残りは 2-0 つまり2のみです。よって 9x イコール2になり両辺を9で割ると x イコール9分の2という答えにたどり着きます。この計算の中で鍵になるのが引き算をして小数部分を消す過程です。もし 0.123123 のように循環小数の繰り返す部分が1桁以上ある場合は仮に x に10をかけても引き算をしたら小数部分が全て消えずに残ってしまいます。そのため繰り返す桁数に対応した10の倍数を x にかけるように気をつけなければなりません。よってこの例では3桁ごとに循環しているので小数点を3つ動かせるように x に1000をかける必要があります。すると 1000x イコール 123.123123 というように x と 1000x の両方の小数部が123123と揃い 1000x-x をしたときにごっそりと小数部分を消すことができるのです。以上を踏まえると非循環無限小数は分数に変換できないことが予想できるはずです。なぜなら小数を分数に変える過程において小数部に繰り返されるパターンが含まれていなければ小数部を引き算で消去できないからです。したがって π や e などの非循環無限小数つまり無理数は分数に変換できないことがわかります。そのため無理数は分母と分子が共に整数である分数の形にできない、つまり整数の比として表せない数字と定義されます。今日の数学の授業はここまでです。次回は数字の種類について紹介します。